あのメッセージを卵かけご飯さんに送ったときに、一日返信が返ってこなかったんですね。で、その間の、卵かけご飯さんの Facebook の投稿があんまり元気がなかったので、それについて、考察をしていたら、胸が熱くなりまして、その思いを、友達に伝えた文章をこれから読もうと思います。まあ、友達に送った文章の冒頭は、卵かけご飯さんに送った、メッセージを冒頭に掲げたんですけども、まあ、それは前回の動画で喋ったので割愛して、友達に送ったその冒頭の部分の続きのメッセージを今から読み上げたいと思います。これに一日で好意的な返信ができて、しかも俺にまたいくつもプロジェクトの提案をしてきたところが、卵かけご飯さんのすごいところなのさ。なんか、太陽の塔に移籍するかもって、厳然たる現実。俺のこの前と今回の無邪気な維新批判は、卵かけご飯さんにしっかり伝わった。それでも捨てきれない強い、維新の会に対する強い感謝と愛着があるから、なんとか力になりたいと思うけど、党内の上下関係の前に無力な自分に激しいやるせなさを感じている。その思いが、卵かけご飯さんの今日の投稿に込められている。いつもの向こう水で強気な論調はどこに行ったんだろう。俺に敬語を使うとか、さすがに弱気すぎるだろう。そんな卵かけご飯さんの様子に、俺は心が動いたから、こうして聞いてもらいたくなったんだ。これは俺の推理だけど、卵かけご飯さんは俺のこのメッセージで手に入れた新しい視点をなんとか後者の人に伝えようと必死に努力した。でも維新の人たちはテレビを見る限り状況が全く冷静に見えていない。厳しい現実から目を背けるように自民や民主がせっかくしてくれるフィードバックに既得権益だとか韓国の手下げだとか言って耳を傾けない。維新の会の人々は盲信していれば成功できた5年前の成功体験を引きずって、水が徐々に熱くなっていくと、気づかずに死ぬゆでガエルの状態になっている。絶望的な戦況なのに、強気な将校、平気で赤字経営を続ける経営者、息を吸うように嘘をつくクズ女、何万人処刑しても何も感じない独裁者、パチンコ中毒者。普通の人間はこうなる。このことはむしろ、俺のメッセージをここまで冷静に受け止めることができた、卵かけご飯さんの才能を示してるんだよね。普通に考えれば、正しいと思えることが正しいとは限らないんですよ、世の中。だから別に、自分で考えたこと、正しいと思うのはいいんだけど、いつもどっかしら間違いがあるかもしれないと思って、過去の考えや理論を盲信しないで、どこかで現実に裸で向き合うことが大事なんだよ。これは頭が良くて、素直な人ほど陥りがちな間違いなんだよな。最後に、企業同好会の戦車君の研究から引用する。そもそも、経営とは何か。これは実はおそらく、ほとんどの高校1年生が整形の授業で習う。経済とは限られた資源で、最大多数の最大幸福を実現すること。その定義を考えたときに、じゃあ平等に分配すればいいじゃん。と最も自然に出てくる発想が社会主義。結果出した順っていう資本主義は、ちょっとひねくれてるね。わけのわからん、昔の民衆なんか持ち出さず、科学的に素直に考えれば答えは明々白々。学生運動家はみんなこう考えたんだよね。こうして自分の考えが世界の全てであると思い込んだ若き天才たちの100年に及ぶ壮大な実験は失敗に終わった。普通に考えればこれが正しいって考えが正しいとは限らない。それが社会主義の教訓だと俺は思う。これは戦車にとっても重要な教訓なんじゃないか。じゃあ何が正しいんだよ。人それぞれという現代思想に反論するところから始まるのがテルル哲学。これは俺の維新批判の核でもある。テルルの言っていること
こっからが、で、そこで、卵かけご飯さんから返信が来たので、それを最後に紹介して終わろうと思います。テルルの言ってること、橋本市長は分かっていると思うけど、東京の優位の人間が反乱を起こそうとしているらしいから、そいつらがテルル案を妨害しようと画策しているかもな。橋本市長のカリスマを利用しながら、都合が悪くなったら自分たちの力量も考えずに、本能寺の変を起こそうとしているらしい。東京の議員団の支流と、それに群がる支部長クラスや、塾生、クソばっか。はい。なんか維新の内情と、テレビで報道されない、なんか政治家のなんか現実や、それに立ち向かう卵かけご飯さんの苦悩がよく現れてますね。はい。この話にはまた続きがあるので、次回の動画に上げていこうと思います。はい。それでは、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。あなたの明日を変える京人形チャンネルは皆さんのご支援により成り立っています。チャンネル登録を何卒よろしくお願いします。